Hey guys, this is Yosh again. I appreciate this watching video. I just built up to some Shovelhead FXR storages. So I'm gonna do a bike check today. Press the captain button. Let's get started. はい、マネーテンプのよしです。こんにちは。また地味なバイクを仕上げさせていただきました。今日はスタージスモデルの FXR です。ショベルフリークにはたまんないんじゃないかなと思います。僕もかなりのショベルフリークなんで。バックチェック行く前にちょっと簡単な僕の自己紹介だけさせてください。僕はというと、95年ぐらいからアメリカ・ロサンゼルスにてビルダーとしてやってきました。現在は FXR 専門で京都で活動させてもらってるんですけども、やっぱりその頃から、ショベルヘッド、オールドスクールがずっと好きでやってきてて、で今はもう FXR に完全移行してるんですが、どうしてもそのオールドスクール感が逃げきれない、ショベラーとしての魂がやっぱどっかにいる感じなんですよね。それなんでこんな感じでいつもバイク仕上げております。それでは早速いきましょう。よろしく。はい、ではバイクチェックいきたいと思います。まず全体のフォルムですね。いやー、もうショベル好きはもうパッと見て、あ、これあれだよねって分かってくれると思うんですけど、そうです。スタージスです。スタージスってね、81年、82年あったと思うんですけど、それリミテッドエディション、ショベルヘッド。で、ショベルヘッドがあって、ダイナにもスタージスモデルあったと思うんですけどね、FXR になかったんですよ。悔しかったんでね、僕が作りました。FXR スタージスモデルリミテッドエディションです。どうすか。で、基本的に4速ショベル FXB とかのシルエットをね、言ったらノーマルのシルエットもずっとキープしたかったんで、それの、ノーマル4速のシルエットをキープしつつ、ライトカスタム、B 級カスタムになるんですかね。でちょっとマフラー変えてハンドル変えて、そんな程度の仕上がりっぽくしております。ただもちろんこれフレームビルドなんで、もうフレームパウダーコートかけても全部初めからエンジンも新品、ミッションも全部やり替えてるんで、アメリカ人の友人から言わせたら、なんでそこまで手かけてこんな艶消しなバイク作るのって言われそうな気がしてならないんですけども、もっとビカビカなねバイク、ネジなんかももっとステンレスのピッカピカのやつやればいいじゃんっていう感じで言われそうな気がするんですがね、それはそれでこんなやれた感じ好きなんで。はい、でまず塗装ですね。もう知る人ぞ知るこのリミテッドエディションのタンクもね、この FXB とかと同じような感じで、このセンターのダブルメーターの仕様でやって、フロントも同じですね。若干カラーリングショベル純正だともうちょっとこの茶色の部分が赤っぽいような感じなんですけども、あえてこんな感じで変色させてみています。リアもそうですね。シートとこのテールライトに合わせてやっております。でなんとこれもどうですか、リミテッドエディションスターです。 FXR。 いやー、やってしまいました。4速にもね、もう多少魅力があるんですけども、僕はただやっぱ FXR 乗ってしまうとね、その5速っていうのとこのラバーマウントっていうのでね、もうちょっと FXR 離れられなくなってるんでね、この FXR で8182の雰囲気を
再現させていただきました。で8182のね FXB なんかこのブラックアウトされた感じもちょっと再現しつつ、でホイールも新しいパウダーコートにこのリムだけアルミ地を出してっていう感じで、一見なんか中古のやつ引っ張ってきたんでしょみたいな感じなんですけど、全然違うんですよ。もう新しいパウダーコートにこのリムをあまり光らせないようにちょっと地を出してやっております。でフロントからいきますかね。もちろん基本キャストの純正にデュアルブレーキ、この辺なんかもねエボの純正使って 39mm で 39mm のトリプルツリーね、後期なんかみんなこの辺のがアルミなんですけども、89年なんかのここのキャストのスチール製のやつですね、使ってこのパウダーコートも色違いで35mm みたいな感じの雰囲気を出してますね。でラバーブーツ履いて、ラバーブーツで履いてるとなんかちょっと細く見えるというか 35mm っぽく見えますよね。ただ本当に 35mm だとこのショベルだとねちょっと華奢すぎちゃって39mm を使ってます。でヘッドライトバイザーもこの辺のちょっとやれた感じの純正とライザー、この辺はちょっと新しくなっちゃうんですけどね、ビルトがやるのこれでもいいっすよね。このキャストのスチールですか、ここまで長い純正ライザーないんでね、純正ライザーここ分割になってるんで、ここまで長く仮にしたとしてもハンドルが結構ねじれてきちゃうんで、乗ってると合成はすごくいいですね。でこのあえて何もないドラッグバー、久しぶりにドラッグバーつけましたね。やっぱスーパーバーみたいなねやつが FXR 作ってると多いですけどね、僕もかなり使ってますけども、このなんていうんですか、何も主張しない感じのドラッグバー、このなんていうんですかね、 B 級なとこはいいですよね。で一応ステンレスで若干1センチ 1.5 センチぐらい幅詰めてます。これちょっと僕の丈だと若干ハンドルが広かったんで詰めてやってますね。でスイッチルールなんかも純正使って、この辺なんかもあえて新しくパウダーコートかけずにそのまんま雰囲気があったんでこれを使ってます。あとあれですね、フロントフェンダーも実はこの辺ちょっとチョップしてます。ここのサポートがあったんですけども、これも切っ飛ばしてでその上からやってるんで、結構このチョッパー感というか B 級感がいいでしょ。もう切りっぱなしみたいな感じでね、あえてその気取ったカスタムではなくB 級カスタムチョッパー、気軽に乗れていいですね。速いですけどね。でタンクいいっすよね。 FXRS のねこのメーターダブルのスピードとタコのセンターのこのコンソールつけて、でもちろんこっちのねガスのメーターにキャップなんかもこのいいっすよね。逆にこのへこんでる感が味が出て僕は好きです。でこのトランザムファイヤーバードみたいな、これかっこいいっすよね。何をモデルにしたんだかちょっと僕は知らないんですけどね、大好きですねこれね。でこの今時のかっこいいファイヤーパターンでなくて、このソリッドなフレームス、このノスタルジックな感じがいいですねやっぱね。これもねもちろん全部今回も新潟のライズさんで仕上げてもらったんですけども、艶を出さないでちょっと仕上げてくれっていうことで、スクラッチなんかは入れてないんですけども、おそらくゴブ艶のなんかクリアかなんか吹いてくれたのかな、わかんないですけど艶が出ないようにやっております。でフレームなんかも3部艶でやってるんで、
もうこのバイク本当にツヤを使ってるところないですね。でメッキなんかもあえてやるためメッキしか使ってないんで、もう全体的にツヤを抑えて、ここカリフォルニアじゃないんでね、雨の多い日本なんで、こういうのはやっぱ曇り空にしっくり合いますよね。でシート、この何の変哲もない一応ガンファイターですね。めっちゃ乗り心地いいんですけども、この何も主張しない感がいいですよね。今回も、奈良の、ビンズさんに仕上げてもらいました。本当になんか何の違和感もなくついてるっていうか、もう純正オプションじゃないのみたいな感じの。やっぱね、こういう主張しすぎないってね、やっぱり素敵ですよね。いいです。カスタムってなんかいろんなもん、あっちもこっちもいろんな珍しいパーツガチャ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 つけるっていうよりも、最終的にどれだけ弾けるかっていうに尽きるんじゃないのかなって僕は考えてるんですよね。かっこいいパーツじゃなくても、これは普通に何も主張しないでいこうって。今回はもう特にこの塗装が主張してるんで、あとはもうみんな主張せずに純正っぽく仕上げております。はい、でテールライトもね、FXR ではなく、このショベルなんかで使ってるやつをマウントを加工してつけて、でウインカーなんかもこの FXR のエボなんかにも絶対使いたくないブレッドのウインカーですね。何でしたっけ、ベイテスかの、レプリカなんですけども、チョッパー乗ってる頃にはね、このレプリカが出る前はこんなウインカーあったらかっけーなんていうんでつけてたんですけど、やっぱレプリカが出ちゃうとね、その希少価値観がなくなりますけどね。でもそれをこの B 級カスタにはあえて使うとなかなかしっくりこないですか。このオレンジの感じもね、このリフレクターなんかも後からまた戻してるんですけども、すごくなんか純正っぽく違和感なくいけるんじゃないかなと思います。このベイテスがある FXR って多分このバイクが一番合うんじゃないのかなと思ってるんですけどね。でブラケットなんかも作ってやってます。でサイドカバーも純正なんですけど、あえてこれになんかフレームとか入れちゃうとね、ちょっとカスタムチックになるんで、もうやっぱり純正っぽくそのままブラックで、ブラックっていうのはこれ地の色ですよね。でサスはちょいカスタムの、プログレッシブのブラックですね、やってますね。これも違和感ないでしょ。で結構このアーリータイプの FXR のキャリパー好きなんで、このフィンがついてるやつね好きなんで、これをあえて採用して、これなんかも中古を持ってきてつけたの綺麗だねっていう感じですけども、これも全部やり替えてます。全部バラしてパウダーコートかけて、これなんかもツヤの出ない程度にポリッシュした上に、あえてこのやつれてるステッカーを貼り戻してるんで、やっぱこのなんていうんですか、あえて気取らないっていうんですか、いいですよね。こっちのキャリパーもね、このやれてるまんまで生かして乗りたいんでいいですよね。はい。で今回のまた目玉エンジン、今回はもう、S&S のクランクにシリンダーにヘッドに、新品のエンジンで全部組み上げてます。で93キュービックインチかなに、純正のこのツヤ消しパウダーかけて、ミル加工したロッカーボックスに、純正のコンカバーですか。でこのナンバーワンのねポイントカバーもやって、このブラックエディションっぽいですよね。全然主張しないショベルですけど、僕のエボより速いですねこれ。
やっぱいいです。ハイコンプになってるんで、ここで一応デコンプつけないとセルが元気に回ってくれないです。で今回もキャブ Y3S スーパー E にサンダージェットも追加して、ここつけるといいですよね。上から下までなんか綺麗にストレスなく回ってくれるんで好きですね。であんまりねこの回しすぎないっていうか、ちょうどいい感じじゃないかなと思ってます。にマフラー、この RB レーシング、これ大好きなんですよね。いいです。いいって音がいいですね。一番このショベルの音この大好きですね。もちろん音量でかいですけどね、あんまりこのバリバリ言わず低い音で綺麗な音を作ってくれるんで、でもちろん新品じゃなくてこのやれた感じのクロームですか。もうクロームはね新品の使いたくなかったんで、あえてこのやれてるクローム、プッシュロッドのカバーなんかもやれてるクロームのまんま使用してます。で今回もミッション、エボミッションです。今回スプラインではなくて、テーパーのミッションなんですけども、調整が楽なんでいいですよね。でスターターが 1.4 キロが入るんで、普通にこれノーマルのスターターなんですけどね、ある程度回ってくれるんで、前96ショベル作った時はね、さすがにショベルとか前期のエボ用のセルじゃ回ってくれなくてね、1.4 のやつつけてるんですけど、これはもう、ね、純正のやつで 1.4 なんで、効率はいいですよね。はい、B サイド来ました。エンジンも綺麗に、もちろん新品でね組み上げてるんで、でブラックアウト仕様で、艶消しのプライマリーに、シリンダーはもともと黒ですけどね、こんな感じでやってます。でヘッドとクランクケースはね黒結構剥げちゃうんで、もうそれならもうナチュラルでいこうかなと思って、ナチュラルで今回はやってます。でウインカーブレーケットも結構いい具合に収まってるでしょね。でこの古めかしいピンゲルだろうな、ピンゲルですね。でこのプラグコード結構合いますよね。このずーっと工場に転がってたやつなんですけども、他のエボとかねショベルなんかで使う機会がまずないなと思ってたんですけど、今回バッチリ合いました。でキックスタンドもちょっと長いの欲しかったんでワンオフで作ってます。これあんま長くは見えないですけど、実は4インチぐらい伸びてるんで結構車高高いんですよね。それなんで安定持たせるためにたまにこんな感じでワンオフで作っております。でブラックのパウダーコードかけて、でスプロケも今回ちょっとブラックでいってますね。ちょっとここにピッカピカのクロームはねちょっと入れらんねなかったので、で今回あえてチェーンガードもつけて、必要ないですけどね、ちょっと純正感っていうかまったり感みたいなのが欲しかったんで、今回はチェーンガードでやってます。でこんな感じのポーチブラケットみたいなのも作っていいですよね。